皆さんこんにちは。ちゃんたま堂のたまぽです。今回はこれパイロットさんの蛍光ペン綺麗なについてどうしてそんなに人気があるのかを調べてまいりましたのでご紹介したいと思います。まずこちらがそのパイロットさんの綺麗なという新しい蛍光ペンになっております。で、これはパイロットさんが蛍光ペンを使うときにいろんな問題点があると思うんですけど、それを解消していった新しい蛍光ペンということで、発売されてかなり話題になっている蛍光ペンです。私が持ってるのはこのベーシックカラーって言われるもうザ蛍光ペンみたいな色のもので、ピンクとかオレンジ、黄色、緑、青ありますね。で、これ別にグレーを買いました。黄色がどっか行ったのでちょっと持ってきます。では、綺麗なの特徴は他の YouTuber さんたちがたくさん動画を上げてくださっているので簡単にお伝えしていきます。通常の蛍光ペンで線を引くと蛍光ペンの先が斜めカットになっているので書き出しが欠けたりすると思うんですが、それを綺麗なは防いでくれます。うまくまっすぐ書けませんっていう蛍光ペンあるあるをこういう風に解消してくれてます。秘密はペン先にあるプラスチックのガイドですね。ここが紙面にまっすぐ当たることによって綺麗に書けます。と言って書けませんでした。こっからこうやっちゃったからかな。普通に。はい。ガイドが当たると見えるかな。ガイドがこう紙に当たってるんですよね。上も下も。すると綺麗に同じ線幅で引くことができます。次に、インクが乾きにくくて蛍光ペンで線引いた後に手汚れたりするじゃないですか。インクの乾きが遅いってことを改善してる綺麗なのインクで、速乾性のある顔料インクになっています。こういう普通の紙、コピー用紙だと1秒で乾くそうです。やってみます。線引きます。1乾いてる。伸びませんね。ツルツルした紙やと約3秒待ったらいいですよってパイロットさんに言われたのでやってみます。このツルツルした紙はこういうチラシとかもそうですし、教科書とかもそうですよね。じゃあちょっと本当に3秒でいけるかやってみます。1、2、3。どうです？ついてない。乾いてます。速乾性のあるインクを使ってるので汚れないですよっていう風に歌っています。このツルツルしたとこも汚れるのはとっても嬉しいですね。お勉強される皆様にとっては。で、綺麗なは速乾性があるので、文字を書いた上に引いても、文字がこう、滲んで黒い線がシャってなるっていうことがしづらいペンとなってます。滲みにくい蛍光ペンですね。皆様お待たせしました。滲みにくい蛍光ペンが出てきてくれました。で、その滲みにくさをめちゃくちゃ私いろいろ試しまして、
結構試したんですよ、いろんなペンとかで。なのでちょっと後でこれ動画挟んでおきますね。驚きの結果になっております。そのにじみにくさですが、実は色によって大丈夫なのと大丈夫なのがありました。結構ね、青とかグリーンとかグレーは良かったけど、黄色とかは同じ秒数とかでも黒くにじんだりしましたね。なのでちょっとペンの種類の色にはよるかもですが、その結果も載せておきます。多分皆さんそこが一番知りたいんじゃないかなと思います。それと、このペンを書いたときに、蛍光ペンで書いたときに、こんな風に溜まると思うんですよ。書き終わりにインクが。それを、これは、なんと、ここのペン先がそれを吸い取ってくれる。余計なインクを吸い取ってくれるので、書き終わりにインクが溜まりにくく、紙の裏に染みにくいってなってました。やってみます。どうですか？マイルドライナーと比べると結構はっきりとわかるかもです。これ MD 用紙だからどっちにしろ裏抜けしてないんですけど、裏抜けしやすいモレスキンとかだとわかるかもです。でも見た目もインクのこの溜まり具合が見えないので、これはまあ好みだと思うんですけど、私特に気にしないので、気になる方はいいと思います。あと、蛍光ペンでありがちな問題として、ここに書いたボールペンのインクがついてペン先が汚れてしまうことがあると思うんですけど、これもなんとこのペンは防いでくれるようで、インクついてないですよね。私これも何度も検証するためにいろいろ使ってるんですが、その秘密はこのきちんとガイド、さっき出てきたこのきちんとガイドが紙にきちんと当たる、きちんとガイドがきちんと当たることによって余計な力が入らないそうなんです。ぐーっと押しちゃうとインクをこっちで吸い取るのかな。なので一定した力しか入らんようになってるので、こっちにはペンのインクがつきづらくて綺麗を保てるということでした。次に、このペン先なんですが、実はここ、ぐにぐにとしなります。ぐにって、ぐにって、筆ペンみたいにしなってくれるんですね。このしなりがあることによって、ノートのこういうカーブのところも綺麗にペンが沿うようになっています。これ、とっても面白くないですか？普通はそんなしなったりしないので、マイルドライナー引くときも、ここでするとうまくこっち側につかんくて途切れてしまったりするじゃないですか。だけど、このノートとか教科書のこういう内側に行くためのカーブにも沿ってくれるので、最初から最後まで綺麗な線が引けます。さらに、私が個人的に驚いたのは、この数量限定セットについている定規なんです。定規、これどっから出すんだろうか。こうやって取って、
このへにょへにょ定規がだいぶ気に入りました。これも普通の定規だと当てるときにまっすぐピンってなるけど、ここにうまく沿わせれるんですよね。ちょっと今手で持ってるから何とも言えないんですけど、こんな風にぐにゃって。これで定規もしなるし、こっちのペン先もしなるし、綺麗に線を引いてくれるんです。お店でお試しがあるので、ぜひぜひやってみてください。本当に驚かれます。驚かれますというか、驚かれたそうです。私はそこにいなかったので、私は驚いた方ですね。で、これはその数量限定のセットしか入ってなくて、これはもうこれだけで売ってないので、この定規だけでも買う価値ありだなって個人的には思います。で、定規といえば、蛍光ペンと定規だと、引いた後に、ここの下にインクが染み出て、シャッて引いて、蛍光ペンで引いて、インクのこのカビと定規の下にインクが染み出て、どかすとシャッて伸びてしまうことってないですか？それはどうなんですかって聞いたところ、それは大丈夫ですよって言われました。というのも、この普通の蛍光ペンだと、この定規の境目にべったりとつくんですけども、ペン先が。綺麗なの場合は、きちんとガイドがあるおかげで、直接触れるのは、このきちんとガイドの部分なんですね。ちょっと今、うまくついてないと思うんですが、私が手に持ってるだけなので。それなので、この定規の下にインクが染み出てしまう問題も解消できるし、ここにゲルインクとかでボールペンとかで線引いてたら、ここにインクついてるときないですか？定規の側面に。それが、この蛍光ペンのペン先に黒く映るってこともないんですよ。すごっと思って。これすごって思いました。なるほどねと思って。なので、この定規とこれは最強のセットだと思いますので、ぜひぜひ残ってたら数量限定のセットの方をご購入することをお勧めします。で、私がちょっと使ってみて自分なりにうまくできなかったところが一つございまして、使ってみて気づいたんですけど、私が読んでる本があって、そこにマーカー線で線を引いてたんですよ。よっしゃ、綺麗な使おうと思って。そしたらなんとその本、縦書きだったんですね。で、これ縦書きでやってみたら、私はうまくちょっといかなかったんですよ。多分慣れとコツが必要かもなと思いました。ここのところに親指、ここの、ピンクでなってるところに親指を置いて弾くとうまく弾けますよって書かれてたんですが、縦書きでそれするとめちゃくちゃ難しいです。指ごと腕ごといく感じになるし、このね、当てた時にガイドのせいでペン先見えんとですよ。横なら見えるんですけど、縦は見えづらい。なのでここら辺かなって当たりをつけて引かなくちゃいけないので、本を横にしたらいいんですけど、なのでちょっと慣れと工夫が必要かもです。縦書きの時はですね。はい。やはり皆さん気になりますよね。
どのぐらいにじまないのか。それで、にじまない代表といえば、ゼブラさんの文字にライナーって皆さん知ってます？文字にライナーもあって、文字にライナーも私一緒に試しました。実は文字にライナーもしなるんですよ、ここ。グニグニと。グミみたいになってます。これがにじみにくい代表と言われている文字にライナーと、さらに調べたところ、ゼブラさんのこのサラサのマークオンですね。マークオンもにじみづらいと。こっちは文字書く方ですね。なので、全部試してみました。果たして、どれが勝つのか。勝つって別に勝負じゃないですけど、どんな結果になったのか。この後、ご覧ください。では、本日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。たまぽでした。